もちろんその立ちポーズで服がなんか落ちてシワになるのがいいけど、ちゃんとポーズに合わせたそれっぽいシワ入れると超かっこいい。よろしくお願いします。毎度です。アートアドバイスのために日野井さんが来てます。どうも。ツイッターでアドバイス欲しい絵を送ってくださいとツイートしました。で、このタバコを吸っているキャラクターを送ってもらいました。This one not so bad if I say so myself, but something about the pose and or proportions doesn't quite convince me. どうですかね、パッと見て。そうだな、見た目少年だからタバコなんか吸っちゃいかんよって説教を始めたいんですけどね。でももしかしたらこれはその偽物とか、あとなんだっけ、そのベイプっていうやつなのかな。とりあえずまあタバコは結構お仕事でも最近は書く機会はないんですけどね。そういうほら決まり事厳しくなってるから。なるほど。なんか敵キャラクターとかたまにそういうのは書いちゃダメなら、なんかどうやっていい勉強を伝えることができるのかな。まあそういう文句言う人たちはそういうところを分かってくれないから。分かってくれないよね。じゃあタバコを別としてキャラクターのポーズとプロポーションはどうですかね。そうですね、もうちょっとさっき言ったみたいに子供っぽいから大人っぽくして、でまあちょっと首を長く描きすぎちゃってるから、確かにそこら辺は調節した方がいいですよね。タバコの持ち方かな。なるほど。私的にその手が上手に描いている感じだと思ってて、でも確かにそのタバコの持ち方が実際にどうなるんですかね。まあ、こうやって首が長くなることはその顔先に描くならよくありますよね。首先に描いて、でその後に体描いたら後でちょっと直しにくいですね。全体のバランスを見ながら、微調節しながら描いてた方がいいですよね、こういう場合は。でも基本的に顔のパーツとか服のシワとかポーズも結構自然ですね。よく手の描き方で、中指と薬指をくっつけて描くと結構それだけでまとまった絵になるんですけど、そうね、これはいろいろ昔の西洋の500年前の絵とか見て気づいたんですけど、昔からやってる技法なんですよ、こういうのずっと昔からそういうポーズを自然に描いてた。そうですね。500年経ってもやってること変わんねえなって。よし、みんなご存知だと思うけど、よく日野井さんが使っている素体君っていう体のベースを使って服を描く前に大体のプロポーションとポーズをチェックする。まあそれに本人が鉛筆で描いてるし、やっぱ鉛筆で描いたらなんか間違えたら消したくないから、やっぱ素体君を使って絶対バランスが大丈夫そうと思ってからディテール描いたらまあ後悔しないかな。日野井さんがたまに見せてくれてるこういう股のところのシワの入れ方、これはお尻の方から引っ張られて伸びてるシワなんで、手を整えてなんかしっかりそのタバコの声が落ちないようにちゃんと指と指の間に挟んでるように。今タバコの位置なんて変えましたか？手をこの形にしちゃったからタバコを持ってるとこの角度かなって。手の形は毎回悩みますよね。手の難しいところがそれっぽく描いててもなんか見た目でなんか絵的にいいポーズになってるか好きなポーズになってるか、それで結構悩みますね。そのシワが好きだな。その肩のところにその上のその腕少し上がってるからシワができる。もちろんその立ちポーズで自然になる服がなんか落ちてシワになるのがいいけど、こういうちゃんとポーズに合わせたそれっぽいシワ入れると超かっこいい。
かっこいい。まあもちろん、タバコ吸ってることはかっこいいって言っていません。煙の出てるところも気になりますよね。まあ、タバコの煙だから。じゃあ先に煙のボリュームを決めて、その後に形にする。煙の書き方として結構いいコツですね。もともとつながってるところが離れてるところとか、なんか消えていくことが表現できてますね。じゃあ上の方がもっと煙がもう消えていってる感じ。そうですね。まあ、特にペン画でラフに表現したんで、特に色塗るわけでもなし、ラフで描くんで、まあ、イメージとしてこんなもんかなって感じで。なるほど。原画を描くときに煙とかは指示入れて別の人に描いてもらう感じですか？まあ、タバコの煙 3D っていう指示が打ち上がるね、時に出たら当たりだけ描いて、あとは撮影さんよろしくですね。ああまあ普通のタバコを停止してるだけだったらこんな感じで当たりを取っておくと、撮影さんがそれっぽくブラシを引いてくれる。なるほどなるほど。こんな感じですか？すごい。結構ラフになっちゃいましたけど。素晴らしい。ありがとうございます。では比較しましょう。ハイドさんが描いたキャラクターはもう少し若い少年用なキャラクターをタバコっぽいを持ちながらなんか煙が出ているポーズです。で、大体前向いて正面角度ですね。で、ひろえさんが描いてくれたようなキャラクターはもう少し年上の方がこれならギリ未成年に見えないでしょ。卒業したばかり感じですね。同じ服着ているがもう少しなんかリラックスした感じっていうか疲れ感がちゃんと伝わりますね。タバコにはやさぐれ感がよく似合うんですよ。基本的にポーズは一番変えたところですね。正面から少し斜めにして左腕がまあ元の画像で多分ただスペースが足りなかったが、井上さんが描いてくれた絵で左の腕は腰に置いて、人間を無意識のうちにバランス取ろうとするじゃないですか。結構腰とかに手を持ってたりするんですよね。そうなんだ。普通にカメラを向いて立つことでもなんとなく左か右に少し寄りますね。あ、間違えた。ボタンこっち。はい、手の持ち方、ハイドさんが描いた感じだとなんか体の前にポイ、そのタバコのポイは上向いて持っていますね。もう少し小指の方が多分、まあ、内側に折りたたんでた方がいいですよね。そう自然 なんとなく人間の手は自然にそうなりますよね。ひのいさんが描いてくれた感じだと主にどういうところを変えましたか？普通にね、タバコを挟んでここら辺まで持ってくるポーズっていうのを素直に考えて描いたんです。あー、なるほど。じゃあジェスチャーをしてこういう感じに持ったら、指はどういうポーズに自然になるのか。そうですね。確かにそうですね。なんとなくこういう角度にすることによってなんとなく手が自然に締めますね。面白い。顔の表情も面白いですね。元のキャラクターはタバコを吸ってるけど考えてることはあまりヒントは特にないですね。やっぱり不健康じゃないとタバコは不健康ですこの人はタバコを吸いながらなんとなく自分の疲れとか悩み事とか考えてるそうですね。まあ煙もいいですね。その
1枚だけど、なんかこういう風に書いたら時間も少し感じますね。煙が消えていくことが見えます。どうしても正面でポーズを決めたい場合はただ単にまあフォルムで言ったらね、これくらい崩したポーズで書くと正面に持ってきてもそんなに違和感ないでしょうから。じゃあ斜めからでも正面でもこのポーズは使えます。タバコを吸うときは背筋を伸ばしてはいけませんよ。背中を丸く丸めて負け犬のように。タバコは不健康なものだから。あ、そうですね。ハイドさんが描いた絵で、その右手でタバコを持っているところから煙かきたがっていた感じですが、なんとなく煙が顔にかぶらないように描こうとした感じですね。まあタバコの煙が右側に流れていって吐き出した煙が左側に行ってるって構図的にどう思ってますか？どうなんでしょうね。なんか多分物理的にできなくはないけど、ちょっとその無理やり感が。まあ風が画面右側に向かって微風とはいえ吹いてて、でちょっと勢いよく左側に吐き出した感じなら確かに理屈は合いますな。なるほどなるほど、そうね。でもなんとなく強く吹いてもなんか風に乗って右に流れてくるよね。あとは基本的なところでなんか素体君を使ってポーズを決めてからバランス取りやすくなりますね。あとはその全体的にキャラクターをなんか服脱いだ状況で先に描いたら後で服着せやすくなりますね。あとシワ、私本当にそのシワが好き。その肩のところ、腕を少し上げてるから、そのシワだけで超自然な絵になります。あと気づかないところでしょうけど上着の裏地も結構ちゃんと、ね、書くようにしとかないと説得力ない。どういうところで少しなんか年齢が高い方に表現しましたか？まあさっきも言ったようにギリ20歳に見えるぐらい。そのためにどういうディテールとか変えましたか？目が大きいと子供っぽく見えちゃうんで小さくとか、鼻筋は通らせてとか、やっぱプロポーションはね、一人前の男性のがっしりよりちょっと弱な感じ。じゃあそんな感じかな。はい、ありがとうございます。どうもどうも。よし、みんな参考になりましたか？他にもこういうアドバイス動画いっぱいあるので、ぜひプレイリストをチェックしてください。あとはドキドキチャンネルに登録お願いします。じゃあ井上さん、ありがとうございます。はい、どうも。